この国では、記憶が売れる。かつては経験や思い出と呼ばれていた昔の個人情報は、今や脳神経科学の進歩によって数値化され、抽出可能な資産となった。幸福な記憶は精神安定剤の原料として高値で取引され、トラウマや恐怖の記憶は、ホラー VR の素材や心理実験のデータとして安値で買い叩かれる。都心の雑居ビルの一角にある鏡、記憶買取センター。私はここで、査定士として働いている。私の仕事は、持ち込まれた記憶の鮮度と感情の純度を鑑定し、適正な価格をつけて買い取ることだ。店のドアベルが鳴り、一人の老人が入ってきた。くたびれたツイードのジャケットに、手入れのされていない白髪。背中を丸め、どこか怯えたような目つきをしている。名前は、夕凪宗一郎、と言った。ここに来れば、忘れさせてくれると聞いて。老人の声は枯れていた。正確には、抽出、ですが、どのような記憶をご希望で？夕凪氏は震える手で、こめかみに貼られたメモリーチップを指さした。彼が差し出したのは、亡き妻、あかりとの記憶だった。モニターに映像が浮かび上がる。30年前の海岸線、夕焼けが水平線を赤く染めている。特に何が起きたわけではない。ただ、隣に妻が座っていて、潮騒の音があり、繋いだ手のぬくもりがある。そして何より、胸を締め付けるような、苦しいほどの愛しさと、もう二度と戻らないという喪失感が、映像全体を支配していた。美しいですね。私は食用的な感想を漏らした。純度が高い。悲しみも愛も、不純物が一切ない。査定額は、12万円です。老人は、その金額を聞いても眉一つ動かさなかった。金が目的ではないのだ。彼はすがるように、私に問いかけた。これを売れば、少しは楽になりますか？最愛の妻を失って半年。その悲しみに耐えきれず、彼はここに来たのだ。私はうなずいた。記憶を抽出するということは、その出来事に付随する感情も切り離すということです。事実はデータとして残りますが、胸の痛みは消えます。お願いします。もう、この夕日を思い出すたびに泣くのは、辛いのです。手術は数分で終わった。抽出器が低いうなりを上げ、彼の中から悲しみの夕日を抜き取った。抽出が終わった後の夕凪氏は、つきものが落ちたような顔をしていた。不思議だ。あかりの顔は思い出せるのに、なんだか少し楽になった気がする。彼は深々と頭を下げ、12万円の小切手を受け取って帰っていった。二度目に彼が来店したのは、それから1ヶ月後のことだった。ドアを開けた夕凪氏は、前回とは見違えるようだった。白髪は整えられ、ジャケットも新調されている。足取りも軽やかだ。やあ、鏡さん。先日はどうも。お元気そうで何よりです。おかげさまでね。夜もだいぶ眠れるようになった。それで、少し整理をしていたら、これが出てきましてな。彼が提示したのは、妻と行った初めての温泉旅行の記憶だった。湯煙の中で笑い合う妻。旅館の窓から見える雪景色。幸福に満ちた、温かい記憶だ。いい思い出ではありませんか。売ってしまっても？私が尋ねると、夕凪氏は軽く手を振った。写真も残っていますし、事実は覚えていますから。それに、いちいち思い出して感傷に浸るのも、今の前向きな生活には邪魔でしてね。彼は査定額が表示されたモニターを覗き込み、満足げに言った。この程度の思い出なら、売ってもいいでしょう。どうせ私の中にしか残らないものですし、妻も今の私が豊かな生活を送ることを望んでいるはずだ。今回の動機は、普通の除去、ではない。生理、と監禁、だ。悲しみが癒えたことで、彼は記憶を資産、として捉え始めていた。査定額は15万円。彼はその金で、マッサージチェアを買うのだと言って笑った。それから、夕凪氏は常連になった。来るたびに、彼の身なりは良くなっていった。高級な腕時計をし、革靴を履き、顔色は血色がよく艶やかだ。しかし、その目は奇妙なほど乾いていた。今日はとびきりの上物を持ってきた。店に入るなり、彼はそう言った。
持ち込まれたのは、妻との結婚生活における確信、とも言える記憶たちだった。子供が生まれなかった二人が、互いを人生の伴侶と誓い合った夜。大病を患った彼を、妻が徹夜で看病した日々。そして、妻が息を引き取る瞬間の、最後の微笑み。どれもが、彼という人間を形成する土台そのものだ。私は思わず手を止めた。ゆうなぎさん。これらは、奥様との関係性の核、です。これを売ってしまえば、あなたは奥様を愛していたという事実すら、実感として持てなくなりますよ。私の忠告に、ゆうなぎ氏は苛立ちを見せた。鏡さん、君は証人だろう。品物にケチをつけるのか？いえ、しかし、愛していたという事実は、戸籍謄本を見ればわかる。私が知りたいのは、この感情データの相場だ。彼は冷徹に言い放った。悲しみは消えた。次は、この重たい情、お金に変えたい。来週から海外クルーズに行きたくてね。で、いくらになります？かつて楽になりますか、と泣いていた男は、もういない。目の前にいるのは、自分の過去を切り売りして余生を貪る、ただの消費者だった。合わせて、80万円になります。素晴らしい、すぐに抽出してくれ。手術が始まった。彼の脳内から、妻への感謝、愛慕、情熱、そして絆が、デジタル信号へと変換されて吸い出されていく。それは、ゆうなぎ総一郎という人間から、あかりという存在の重み、が完全に消失することを意味していた。手術が終わり、ゆうなぎ氏は言った。ああ、すっきりした。これで心置きなく旅行に行ける。彼は上機嫌で、私が差し出した小切手を受け取ろうと手を伸ばした。その時だった。あれ？彼は自分の方に手を当てた。指先が濡れている。ボロボロと、大粒の涙が溢れ出し、高級なジャケットの襟を濡らしていた。おかしいな。なぜか涙が出るんだ。彼はハンカチで乱暴に顔を拭った。しかし、涙は止まるどころか、おえつへと変わっていく。彼はそのまま、その場にうずくまってしまった。胸の奥から込み上げる衝動に、彼の体が震え始めた。なんだこれは。私は悲しくなんてないぞ。最高の気分のはずだ。ゆうなぎさん。おい、鏡くん、私は何を売ったんだっけ？今の小切手は、何の代金だ？彼は必死に記憶を探っていた。しかし、そこにあるのは、妻が死んだ、という無機質な事実の羅列だけ。なぜ自分が泣いているのか。この胸を引き裂くような空洞が何なのか。彼自身の脳には、もう参照すべきデータが存在しなかった。何を失ったのか、思い出せない。老人は、子供のように泣きじゃくりながら、それでも80万円の小切手を強く握りしめていた。金は手に入った。生活は豊かになった。だが、その代償として彼が支払ったものが何だったのか、彼は永遠に知ることはない。お大事になさってください。私は逃げるように店を出ていく老人の背中を見送り、抽出されたばかりのメモリケースを手に取った。そこには、最後の時を迎えた妻、あかりの記憶が封じ込められている。私は職務上の確認として、その映像を再生した。病室のベッドの上、痩せ細ったあかりさんが、総一郎氏の手を握り、弱々しく、しかし幸せそうに微笑んでいる。彼女の口が動く。音声データが再生された。ねえ、総一郎さん。彼女は、まるで今の彼を見透かすように、優しく語りかけていた。私が死んで、あなたが一人になっても、どうか悲しまないで。ただ、時々でいいから、こうして手を握ったぬくもりだけは、思い出してね。モニターの中のゆうなぎ氏は、涙を流して何度もうなずいていた。忘れない、絶対に忘れないよ、と誓っていた。その誓いこそが、たった今、80万円で売却されたものだった。私はモニターを消し、静かに業務日誌をつけた。体は覚えているのだ。脳が忘れても、30年間繋ぎ続けた手のぬくもりを、細胞の一つ一つが記憶している。だから、理由もわからず涙が出る。実に、非合理だ。私はつぶやき、次の客を呼ぶためにベルを鳴らした。この国では、記憶が売れる。そして今日もまた一人、
大切な何かを失った誰かが、その扉を開くのだ。